皆さんこんにちは、のらんです。本日はちょっとなんか久々な気がしますね。ピコニーモピーのシュガーカップスのキャンディルルちゃんに来てもらっています。で、今回やりたいのは、実はですね、昨年末に大掃除をいろいろしている中で、これ普通に便利だなって思ったアイテムがあったんですけど、それをね、ドール服に使えないかなって思って、今日はちょっとそれのね、実験をしてみたいなというふうに思います。こちらですね、3M のワンタッチベルト、巻くだけでピタッと結束、つまり結束バンドなんですけれども、よくあるこういうコードをねくるくるくるっと巻いてあるマジックテープのやつなんですが、これはもう自分の好きなサイズで切ってピリピリピリって巻いちゃってねっていうタイプのものになります。3M っていうとやっぱこういうねマジックテープいろいろな商品が出てて、私が使っているまさにねこのお洋服もですけれども、よいしょ、こういう薄手のマジックテープも、これ確か 3M の商品だったと思います。結構ね、なので 3M のマジックテープはいろんなバリエーションがあるんですけれども、そのうちの一つという感じになるんですね。で、そもそもは、本来の目的通りにこのコードをいろいろちょっと結束したい案件があったので、それ用に買ったんですけど、これひょっとしてドール服に使えんかなと思って買ってみました。改めてね。なのでね、ちょっと今日はこれを使ってドール服を作れるかどうかの検証をしてみたいと思います。まずはね、ちょっと開けてみますね。はい、こんな感じになってます。ちなみに今回はブラックを買ったんですけども、カラーの展開としてはブラックとホワイトの2色展開です。で、こちらはもう完全にオスとメスがね、表裏一体になっている形で、こっちがふわふわ部分で、裏側がもうこういうジャリジャリ部分。なんで黒と言いながらね、この裏側は実は白なので、実質的にはね、片面だけ黒っていう感じではあるんですけれども、一応こんな感じの商品になってます。で、ちょっと映像ではね伝わらないんですけど、割と薄いんですよ。結構ね柔軟性があって薄い。だからね、これならねドール服のマジックテープとして使えるんじゃないかなっていう風にちょっと思ったんですよ。で、皆さんがねドール服を作るのにマジックテープどこで買ってるかちょっと私はわからないんですが、最近はねセリアでもそういうドールにも使える用のマジックテープだったり、あとはね、この辺だと手芸センター東海だったりとか、私はちなみにこれ 3M のさっき言ったやつなんですけど、本来は確かね手芸用じゃないんですよ。これちょっと具体的には忘れちゃったんですけど、確かね本来は工事の人とかが目印に使うようだったような気がする。曖昧なのでちょっとねあんまりうかつなことは言いませんけど、手芸用ではないやつで薄手のねテープがあって、それを私は超大量買いして使っているんです。で、これの欠点としては両面テープになってるんですよ、裏側がね。なので私は使いやすいなと思って使ってるんですけど、ミシンには優しくないんですよね、実は両面テープタイプって。私これねまだ縫い付けてないのであれですけど、これまさに両面テープになってて、ちゃんとねピトッとくっつくんです。なのでずれにくくて縫いやすさはあるんですけれども、どうしてもねミシンの針には優しくないので、この粘着部分がね微妙にミシンのね針にくっついちゃったりして、あんまり良くはないのかなと思います。なので一応これなら両面テープは使ってないのでミシンには優しいはずですし、割と薄いですし、で今回ねあえて黒を買ったんですけど、こういう形の色であればね濃いめの布とかにも使えるのかなっていうのもちょっと知りたかって、ちょっと今日はねこれを実験してみたいと思います。これがもしよければね良くないですか？だってこれね、ちなみに私はイオンの生活用品コーナーで買いました。なのでね多分ねホームセンターとか大きめのスーパーならどこでも売ってるでしょうし、多分普通に Amazon でもね売ってたのでどこでも買えるんじゃないかなと思います。でこれがね使えればすごくお手軽に手に入るかなと思ったので、ちょっと実験してみたいと思います。で、どうせ実験するなら一番ちっちゃいもので試したかったので、今回はねそれもあってこの11センチドールサイズ、ピコニーモピーサイズでお洋服を作ってみて、どのぐらいのご圧機械になるかとかね、ミシンの縫い合わせ感になるかをやってみたいと思います。
。なので今回はね、もう型紙は超シンプルでいきたいと思います。荒木佐和子先生のオビツ11の型紙の教科書のもう超簡単のロンティー、これね。なのでここの切り返しもなしのもう簡単なやつで後ろをマジックテープにした時にどんな感じになるかをちょっとやってみようかなというふうに思います。楽しみだね。こういうね、新しい道具を使うのはちょっとワクワクします。じゃあね、今日も塗っていきたいと思います。さて、ではね、裁断も終わりましたので、ミシンね、縫っていきたいと思うんですけれども、こちらが今回の布ですね。スーピマコットンスムースニットだったような気がするので、割とね、薄手の布なので、縫いやすいと思います。ちょっとね、緑になっちゃうんだけれども、濃いめのニットをね、実はそんなに持ってなかったのと、せっかくね、春も近いので、あんまり厚手もなと思って、薄手のニットにちょっとしました。で、裏地は、コットンでいいかなって思って、普通に綿100の生地を使っていこうかなというふうに思います。ちょっとね、縫い物に入る前になんですけれども、実はボリーバードね、買いました。こちらね、買いました。まだね、全然ちゃんと読めてないんですけれども、結局ね、買ったのでね、これはね、熟読していきたいと思います。ちょっとね、作れる服の型紙がなさそうなので、ミシン的なご紹介はね、できないかもしれないんですけれども、またね、読んだ感想はね、動画にしたいと思います。で、あとね、今回、全然ミシンと関係ないんですけれども、マイクアームをね、買ったんですよ。そう、マイクアームを買っちゃったんですよ。なので実は誕生日でね、うさぎよっていう話をしてたんですけど、ちょっとね、保留しました。マイクアームが割と高かったので、ちょっとね、保留。ひょっとしたら、ちょっとお迎え断念するかもっていう感じなんですけど、ちょっとね、今そんな感じで。でもね、環境はすごく良くなったので、個人的にはね、大満足しています。はい。ということでね、じゃあ早速塗っていきたいと思います。で、あとね、このつなぎ、ちょっと前に作って動画でもご紹介してますけれども、ここのね、マジックテープの部分が実はまだね、未接着なので、これもちょっと合わせて、ちゃんと縫い付けていこうかなというふうに思います。よし。ここまでね、今縫えてます。裏地をね、ちょっとつけて、裏返して、ここまで。でね、普段ならね、私、マジックテープ一番最後につけるんですけど、ちょっと、今日は縫ってるところもお見せしたいなというのもあって、今からね、つけたいと思います。で、これだと太いので、どうしよう。半分だと細いかな。できればでも、オビツ11なので、あんまり太くもしたくないので、半分にして半々で使う？それもありなので、そうしようか。ちょい短めで、上はしっかり、下ちょっと残ってる感じでやっていきたいと思います。で、これを縦半分にして使っていこうか。よっ！じゃあ縫いますか。縫い心地がどんなもんか。なんで、この字型で縫っていこうかなと思います。念のためにトレーシングペーパーを引きます。ちょっと切るの斜めだったな。いつも適当なんですよね。大体で。よし、縫えました。よき。じゃあちょっとね、トレーシングペーパー破っていきますね。とりあえずね、厚み感とか縫い心地は全然悪くなかったです。確かに両面テープついてない方が、針のそのねちゃっとした引っかかりは全然ないので、当たり前なんですけれども、両面テープない方が針には優しいなというのをすごく実感しました。縫い心地がいいですね。よしよし。じゃあ同様に裏側も縫っていきたいと思います。よし、縫えました。こんな感じでね、さっきね、実は一回縫い間違えて、ほどいてもう一回縫い直してるんですけど、こんな感じで縫えましたね。くっつけてみようかな、今の時点で。こんなもんか。いいんじゃないかな。こんなもんで。でね、分厚さもね、全然いい。いつも私が使っている、いわゆる薄手と言われる、なんて名前だっけあれ。マジックテープじゃなくてね、忘れた。毎回忘れるんだよな、あれの名前。あるんですよ。マジックテープなんですけど、あれとね、そんなに厚さ変わらないです。なのでね、オビツ11サイズでも全
然そんなごわつくことなくて柔らかいですね。これ使えるなぁ。いいんじゃないかな。非常に良さそうな気がします。よし、じゃあね、仕上げていきたいと思います。はい、完成しました。いや、なんかね、思ってたよりこの同系色セットいいですね。かわいいかわいい。なんだろう、このちょうどね、キャンディールルちゃんのこの髪色とのね、このくすみ感バランスみたいなのがちょうどいいんかもしれん。なんか若草色っぽい感じのね、この春っぽい色味で、妖精さんみたいでね、めっちゃ可愛いんじゃないかなって思いますけれども。そうで、今回の一応本題だったんですけれども、こちらですね、3M のマジックテープ。本来は結束バンドっていう形なんですけど、すごくね、使いやすかったです。いいんじゃないこれ。薄さもほんと良かったし、いかんせんこのコンパクトさがいいですよね。スッと使えるのですごく便利。オスメスもさ、わざわざ、別管理しなくていいじゃないですか。両面だからね。つける方だけ間違えなければ、私も今回つける方一回間違えたんですけど、それさえ間違えなければ、すごくいいかなというふうに思いましたので、ちょっと白も買ってこよう、今度。正直ね、色のその見え感とかはあんま関係ないかなってやっぱ思っちゃいますね。今回たまたまこうやって上にねオーバーオールを着てるのでよりわかんないんですけど、結局隠れちゃうことが多いので、あんまりじゃあ濃い色だから黒がいいよねみたいなこともそんなにないんですけど、ただ真っ黒の服を作るときはやっぱ黒の方がいいのかな。あんまりシチュエーションとしてはないので一色でもいいんかもしれんなって正直思っちゃいましたけれども、ほんでもね、色の展開があることに困ることはないので、黒と白両方持っててもいいのかなというふうに思いました。いやー、外に撮影に行きたいんですけれども、そろそろね花粉がやばいので相変わらず引きこもり生活をしてるんですが、いやせっかくねいい天気になってきて、お花もこれから咲いてくるじゃないですか。これからはね梅がいい季節に多分なってくると思うので、ドール服もねちょっとペースを上げて作ってね、どっか天気のいい日に外で撮影したいななんていう風にも思います。ということで本日はこちら 3M のワンタッチベルト巻くだけでピタッと結束を使ってピコニーモピーサイズの長袖 T シャツを作りました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。